はいどうも、ストックロックです。今日はですね、CS の 100TA っていうチップ層切断機ですね。こちらの紹介をしていきたいなと思います。この高木さんで出してるアースマンシリーズ、初めて購入しました。で、購入したのはね、去年のブラックフライデーの時なので、かれこれ4ヶ月前になるんですが、4ヶ月間使って、良いところ、悪いところ、いろいろ分かったんで、今回はレビューしていきたいなと思っております。ということで、もう中身出てるんですけど、当然ね、4ヶ月使ってるわけなんで、もう開封済みでございます。一応ね、こういう箱です。で、用途としては、金属の切断ですね。木材の切断なんかも刃をね、変えればできるんですけど、一応メーカーさんの方では推奨はしておりません。自己責任でやろうと思えば可能です。最初から付いてる刃は、鉄鋼用ですね。金属用の刃が付いております。で、自分は金属しか切断したことはありません。で、前に溶接の動画なんかを上げたりもしてましたけど、これで金属を切断して、で、溶接の練習なんかをしてます。あと、主な用途としては、ボルトのカットですね。かなりこいつのおかげで楽になったので、そのあたりを今回は紹介していければなと思います。で、もう開封済みなんですが、一応ね、この箱の中に入ってたのは、本体とレンチ類とカーボンブラシ2つ。こちらが一緒に入っておりました。あと、説明書ですね。で、今回紹介する機種は、アースマンの CS の 100TA という機種なんですけど、僕ね、アースマンには全く手を出してきませんでした。結構安いものがね、多くてね、もちろん物もチープなものが多い印象があって、すぐ壊れるとか、そういったね、意見も散見されるので、あまり手を出してこなかったんですが、今回は溶接を目的とした金属を切断するということで購入したので、特に精度は求めてなかったんですよ。あらあら切れれば OK かなと思って、それだったら一番安いこの機種にしようと思って購入しました。今値段見ると約8000円になってるんですけど、自分が買った時は6165円とか、それぐらいの金額だったと思います。6000円で買ったってなると、かなりいい機種なんじゃないかなと正直思ったので、今回紹介させていただきます。商品の見た目はこんな感じです。で、重さはね、そんなに重くないかな。持ち運ぶ時に掴むハンドルをこう持てば、全然持ち運びには苦労しないかなっていう重さだと思います。で、ここにロックピンがありますので、この本体を下げながら回す。はい。これで上がります。この状態で、切断すると。そんな感じですね。で、基本的なね、使い方はもうほとんどこれだけなんですけど、あとね、こいつのいいところは、ここにね、バイスがついてます。で、このバイスの仕組みなんですが、この上に、こうカバーがついておりまして、で、ここはね、ネジのデコボコ、ネジを切ってある状態ですね。なので、これを下げると、押せるんだけど、引けない。そんな感じになります。で、一気に引きたいときは、これを上げてもらえば、引けると。そんな仕組みですね。ちょっと実際に挟んでみましょうか。はい。ちょっと木のザッパ持ってきましたけど、これをじゃあ挟みたいってなったときに、これを下げた状態でも押し込めます。はい。で、ピタッとつけた状態で、あとはこれを回すと。すると、ギュッと固定されますよと。はい。こんなバイスですね。通常の仕組みのバイスだと思います。このロックを外したいとき、クイックリリースですね。ちょっと緩めて、これを外してあげると、パコッと。そしたら一気に引き抜けると。はい。こんな仕組みになっております。それとプラスですね、付属の六角レンチを使うと、ここのね、角度調整ができますね。この受けの方ですね。これ。一応これがね、回転するような形になるので、角度切りができるようになると。90度しか今のところ使ったことないんですけど、90度って言ってもね、正直精度高いものじゃないので、ある程度90度を測って、ご自分で調整する必要があるなっていう精度ですね。なので六角を緩めて、刃に対して直角かどうかを合わせて締めるっていう感じです。で、この刃なんですけど、これもね、直角がね、綺麗に出てないんですね。なので直角にカットできるかというと、分かりますかね、ちょっと曲がってんの。このね、ベースに対して直角がちょっと微妙なんですよね。ちょっとね、下がこうなってますね。こう。
大雑把に言うとね。そんな感じで精度としては正直ね良くないです。なので本当にがっちり精度を出したいっていう時にはもう向かない商品ですね。自分の場合は本当荒々カットできればいいっていう目的なんで全然問題ないんですけど、そのあたりは注意してください。でね、このね安全カバーもついてるんですけど、一応この可動式のね、まずねこれがふにゃふにゃですだから作りは本当にチープでしょ。実際刃を下げるハンドルなんですけど、何て言うんですかね、ちょっと左右にねじれるというか、普通にね優しくこう下げる分には問題ないんですけど、ちょっと力が加わるとねじったように下がってくる時があるので、優しく当てていくイメージで使っております。そうしないと直角出てないのに加えてさらに角度がずれていってしまうので、そのあたりの注意点は必要かなと思います。でこのハンドルのトリガーを握ると実際に刃が回転するんですが、回転させた後このボタンでロックは可能です。こうですね。でもう一回握ると今みたいに解除されます。はい、基本的な機能はこれだけです。あとこれからね、実際に刃を回してみますけど、ブレーキついてないんですよこの機種。ちょっと分かりやすいようにカバー上げますけど、いきます。っていうようにトリガーを引いて離してからもかなりの時間惰性で回っております。これはちょっとねブレーキ機能欲しかったですね。危ないので。今引いた時音も聞いていただいたと思うんですけれども、結構な音鳴りますね。こいつうるさいです。なので閑静な住宅街で使う場合はですね、ちょっと注意が必要というか、あまり騒音気になる人は使えないのかなっていう機種ですね。ちょっとガラガラしたような音が鳴り響くんで、普通の丸ノコよりもうるさいかなって思いますね。ということで、悪いことばっかり言いましたが、今回ねこれを紹介するってことは僕はおすすめしてるんですよ、一応ね。でその理由なんですけど、今までね金属切断する時は僕グラインダーを使って、カットしてました。主にボルトとかなんだけどね、ちっちゃいもの細いものを主に切断してるんですけれども、これでちまちま切ってたんですけど、結構ねそれなりに時間かかるんですよ、ちょっとしたボルト1本切るのにでも。なんですけどこいつを買ってからもう劇的に作業効率がアップしまして、で特に溶接する時の鉄鋼材を切る時なんかはもうね正直グラインダーじゃやってられなくて、それがこいつだとすごいスピーディーに切断してくれるのでかなり重宝してます。ということで今回はこのグラインダーとこのチップソー切断機の切断スピードの違い、こちらをね見ていただきたいなと思っております。じゃあ実際にまずどうしようかな。グラインダーからやってみましょうか。グラインダーで M8 のボルトを切断して、その後にチップソー切断機で M8 のボルトを切断すると、そんな感じで切断スピードの差を見ていきましょう。前もって言っておきますけど、あんまりね中が空洞になってない材料をこのチップソー切断機で切ることは、説明書を見る限り推奨はされておりませんので、あまりおすすめはできないのかなとは思いますけど、M8 程度の細さのものだったら問題なく今のところ切断できてるので、それで試してみたいかなと思います。それではやってみます。はい、ということで、正直あまり室内ではやりたくないんですけど、今回はやっていきたいと思います。でこのね M8 の、ボルトもういらないやつというのはね、このネジの中に接着剤が入り込んじゃってもうね回んないんですよね。で取るのもめんどくさいので犠牲にしていこうと思います。ではまずこのねグラインダーでカットしてみますので、カットスピードどれぐらいかかるのかっていうのをやってみたいと思います。で今回はこうやって見せるために手でね押さえてやりますけど、本当は何かで固定してカットしないとちょっと危険なので、そのあたりは気をつけてください。では実際にカットしてみます。ということでカットが終了しました。切断面こんな感じですね。ちょっと保護メガネつけてたんで曇ってね途中ずれちゃいましたけど、こんな感じです。熱いですね。めちゃくちゃ熱いです今。でこのね切断したところに
今この超ナットを回してみようと思うんですけど、はい、通りますね。で、今は結構意識して切ったので、これ一発で超ナット通りましたけど、強くねグッて押し付けて切っちゃったりすると山が潰れちゃって、このネジ山の一番最初のスタートの部分にバリがこう内側に倒れてしまってナットが通せないってことが結構グラインダーで切ると発生します。でその場合はね、またちょっとこう当てて調整していくっていう時間が必要になるので、今はカットだけで済みましたけど、実際には僕も失敗してその山の調整をするっていう作業が伴う場合も結構あります。なので今のカットスピードも結構時間かかりましたけど、さらにこのネジ山の調整ですねっていうのを考えるとかなりの時間がかかります。はい、次はアースマンのチップソー切断機を使って M8 のボルトをカットしてみます。で注意点なんですけど、このバイスにもちろんね挟んで固定してそれでカットしていくんですが、この固定はね必ずやるようにした方がいいです。先ほどのように手で持ってチップソー切断機でカットしようとするとかなりの高確率で弾かれますんでそれはちょっとやめた方がいいかなと思います。ではチップソー切断機で切断してみます。はい、ということで分かりますかね、この労力の差。全然早いでしょ。もう秒で終わるのでこっちは。でカット面もかなり綺麗に切断できるのですごく綺麗ですよね。これはね100発100中綺麗に切断できるので、もうナット類が通らないってことは今まで一回もなかったですね。はい、もうすんなり通ります。グラインダーの時のように山を調整したりっていう作業も絶対にないので今のところは。なのですごく重宝してるんですよ。グラインダーの方でも言えることなんですけど、切断面は結構鋭利な感じで仕上がりますので、素手で触ると何ていうんですかね、気にしないで触ると結構危ないぐらい鋭利な感じになるんで、その点は注意した方がいいですね。切断した後ですね、全然熱を持ってないのでこのようにすぐ触ることができます。グラインダーの方だと本当に熱くて時間かければかけるほど熱くなってくるんで、なのでその点も優れてるのかなと思います。はい、次はね調子に乗ってこの角パイプ、溶接台の時に使った余りですね、これをカットしてみたいと思います。楽ですね。ではいきます。めちゃくちゃ早いと思いませんか？すごい楽なんですよ。ボルトと一緒で切断面も非常に綺麗なので、先ほど言った通りきっと直角はちゃんと出てないと思いますが、そこまで気にする作業じゃなければかなり重宝する商品だと思います。グラインダーでやるとここまで綺麗にはカットできませんのですごく楽ですね。グラインダーの方が精度が悪いんですよ、言ってしまえば。精度悪いと言いつつこっちの方が精度いいので、グラインダーを固定してねカットするってことになればそっちの方が精度出るのかもしれないけど、このスピードはねチップソーならではかなと思います。で今見てもらった通り火花がね飛び散りにくいです。それが利点。この代わりこの切り子は結構出ますね。こう削ってカットしながら進んでいくような感じなので、切り子が結構鋭利なものが出ます。手で触ったりすると結構チクチクするので、その辺りはねちょっと注意して刺さらないような感じ。もちろん作業服着て本当は革手がいいんでしょうけど、革手とか履いて保護メガネをしてっていう作業が基本になるんですけれども、このカットした後、できればこの切り子をすぐ掃除してもらった方が怪我がなくていいのかなと思います。はい、最後にこの L 型のアングル、3センチ ×3 センチですね。で肉厚が3ミリ、こちらをカットして終了にしたいと思います。ではいきます。
早い。めちゃくちゃ早い。切断面はこんな感じです。綺麗でしょ？なので自分には本当にね、十分なんですよね。これだけ綺麗に切れてくれれば全く問題なく使用できますね。はい、ということでこのアスマンのチップ層切断機紹介していきましたが、ちょっと一点ね、説明に誤りがあったのでここで訂正させていただきます。このバイスですね、この細いもの、小さなものを挟む時に木の雑把なんかを挟んでましたけど、僕いつもねそうやってやってたんですけど、なんかでうまくいかなくてきっと木を挟めたんだと思うんですよ。それからそうやってずっと使ってたんで挟めてましたが、普通にね挟めるんだよね。全然がっちりロックかかるんで、だから挟めなくてもこのボルトだったらしっかり固定できることが確認できました。なので特に木を挟まなくてもいいのかなって今は思ってます。なんで挟んだんだろうね。ということで、なくても一応このバイスは0までピタッとくっつくところまで挟むことができるので、細いものでも一応挟めるよっていうことですね。はい、ということで今日はこのチップ層切断機のね、切断スピードを見ていただいたんですけれども、結構いいものだったと思います。注意点としては火花が非常に少ないにしても鋭利な切り子がたくさん出ますので、そのあたりは十分注意して作業を行う必要があるなと思います。ただね、このバイスもついてるので比較的安全に作業できるのではないかなと思いますね。手で持ってディスクグラインダーでカットするよりは全然安全ですね、こっちの方が。なのでこれからなんか金属ちっちゃいものを切断しようと思っていて、かつ精度を必要としていない方には十分おすすめできる商品かなと思います。で、耐久性についてはまだね4ヶ月しか使ってないのでこの先のことは何もわからないんですけれども、とりあえず4ヶ月はね安定稼働しております。まずここの場に持ってくるのが軽くて非常に楽、全然しまうのも楽なので結構な頻度で使っております。だから4ヶ月とはいえそれなりに使ってるんですよね。で、今のところ自分の場合はこのチップ層も標準の最初に付属してるものをずっと使ってるので特に困ってはいないんですけど、刃はね切れなくなってきたら変えればいい話なので、だから不具合は今のところ何もありません。あまりね強く押し付けすぎちゃうと負荷がかかったりして故障の原因になるんじゃないかなと思うんですけど、これは本当になるべく材にちょっとずつ当てていくようなカット方法をしてるので、もしかしたら長持ちしてるのかなっていうところでもありますね。結構ね Amazon のレビュー見るとすぐ壊れたっていうレビューも散見されるので、個体差なのかカットの仕方なのか、そのあたりどっちなのか正直わかんないんですけど、自分の使い方だと全然問題なく使えております。またねこの強く押し付けちゃうと結構この土台のこの継ぎ目の部分がちょっと動くのでさらに精度が悪くなっちゃうんですよね。そしてそんなにスピード変わんないし元から速いんで、なので強く押し付ける必要は全くないのでゆっくり下げていけばそんなひどい壊れ方はしないんじゃないかなって個人的には思いますけど、もしかしたら壊れてる人もいるんでしょうね。そうなれば個体差かなと思います。そのあたりのね検証はできませんけれども、また保証なんかも効くと思いますので、すぐ交換してくれたよっていうレビューも見ますので、もしそうなってしまった場合は高木さんの方に連絡して対応してもらえばいいんじゃないかなと思います。だからね6000円はね安いよ。これだけ僕の時間を節約してくれて6000円かって思うと紹介したくなっちゃいましたね、この商品は。ということでこれから金属のね加工をしたいとか、この動画でもねよくボルトを使うんですけれども、ボルトのカットが結構煩わしく感じてる人は考えてみる余地はあるのかなと思います。またこちらのね高木さんの、アースマンブランドのチップ層切断機 CS100TA、 こちらの商品概要欄の方に Amazon のリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっとでも参考になった、面白かったっていう方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。